我らの味方ムール貝。行こうよ行こうよ、これ行こうよこれ行こうよ。あ、美味しそう。いっちゃうか、1万6000円。これはうまい。姉さんの悪口を。マグロの血合いの話ということで言おうか。はい、おはようございます。村田正則です。チャキです。今日はとりあえずね、豊洲の市場に来ました。今日はね、魚を買いに来て、新年会をね、軽くやろうかなと。なんか豊洲の市場がコロナでスタポンダをバタバタやってるうちに、いつの間にか普通の人でも買えるようになってて、今日はそれの入り方、講座も兼ねてやってみたいと思います。で、駐車場が遠いんですけど、先客販売機施設があって、あそこに止めるのが一応公式アナウンスです。そこの駐車場がちょっと割高なのと、歩いて10分ぐらいかなかかるんで、ちょっとだけそこがねネックで、でも他にもポロポロあるんだけど、まあ、一応絶対でかい駐車場になっちゃうので、歩いてきて、で水産仲卸棟ですね、行きましょう。はい、行きましょう。で仲卸棟はこうやって飲食店も、ここのラーメン屋さんは商関係者専用なんだけど、買いに来た日は食える、俺たちも。こういうラーメン屋さんも。あったあった。ね、こういうモードでいろいろ人が選別されるの、観光客とこの中で働いてる人、仕入れの人だから釣り人の皆さんあそこでこういう縦かごはこれ通行証みたいなもんで、これ持ってるだけで警備員もどうぞみたいな感じになるし、なんだったらクーラーボックス結構夏は縦かごだと鮮度があれだから、小料理屋の大将もちっちゃいクーラーボックス簡単に数えてたり、キャリアカットでガラガラ引っ張ってたりして魚を入れてってる人がかなりいるので、その辺があると観光客扱いされない。買いに来た。やっぱ一番嫌いな手ぶらで行くことで、手ぶらだとほぼ観光客扱い。栗さんぐらいのああいう顔してないと観光客。本物か。本物から。じゃあさ、釣り人が来なきゃいけないのは仲卸です。卸売棟に行っちゃうと3000万のマグロとか買うからで、あと水曜土曜日がホームページ見て黒毛ってそういうことね。アマダイがある。あ、すごい。白子ばっかり売ってると思う。すげえ。ああ、こういう感じなのかっつってね、観光客の人は入れないんですけど、仕入れに来たって言えば入れる。旬なものでいい。すごい時間があるから。下の方がサチュールホイールいただいて、わかりました。数値がたくさんあって、どこから来たかが覚えておかないと本当に帰れないことになっちゃう。まあ、行ってみましょう。一応豊洲市場内撮影禁止なんですけど、今許可もらいました。うわ、これでっか。こうやってもすごい900円。ああ、でもやっぱ冬はあんまりつかないんだね。夏は3000ぐらいですもんね。あ、これ行こうよ。もう、あ、お世話になってる。我らの味方ムール貝。あ、これは、じゃあ行こうよ行こうよ。これ行こうよこれ行こうよ。買い方ね、1キロ2200円で、これ1匹が 1.2 キロだったらかける2400円ぐらいっていう、そういう感じの計算になるんで、で大体買うときこれ何キロですかって聞けば総額が大体わかるんで、これ1キロないぐらいですそうですね。そうですね。多分6000円ぐらいかな。いきなり最高級食材を買ってしまった。シラギスはこれキロ単位。そうですね、キロ1本80円ぐらいです。1本80円ざっくりで、はい。大きめ10個。はい。ホウボウもある。いいね、釣り人おなじみの魚が。やっぱり釣り人的にインパクトなこのクソでかいかもさ。これでかいね。指4ぐらいある。すげえ。形もあれ、だから。あ、美味しそう。はい。伊豆急さんは俺めっちゃ気に入ってて、なんとペイペイでも払える。キロ単位でこうやるから、いつも目方でグラムまでやって計算するから、大体どこで払っても1円単位までしててて、財布の中から小銭で溢れ返ってきちゃう。それだけが小銭入れを小銭がいっぱい溜まってくるってなるんだけど、電子マネー OK なんです。だから楽です。
7842。はい。 7842。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。買いました。とりあえず4品目。 4品目あ貝も入れて5かあとマグロ系。マグロかブリか青物系青物欲しいね。ちょっと圧倒されるよね。そうなんかビビるで昔のエンジン式じゃなくて電気式で来るつの間にこれがかいるハーレーって言うんだけど、シャーって来るからおーあれ引かれるんで上に動いちゃダメで、やっぱりちゃんと動く前にそっち見ないと危ない。あとやっぱりなんかプロの人が動いてるから邪魔しちゃいけないっていうあ、そうだね。なんか申し訳なさがあってね、結構俺来てんだけど、最初はそんな感じだけど、でもやっぱりうちらもお客さんだから大体声かければね、すごい説明してくれるし、なるほどなるほどっちかって言えば今日はね手巻き寿司だからうちら決め買いしたけど、俺なんか行く時は今一番美味しい魚なんですかとか、それこそ冬の旬って何ですかって言ったらこれがいいよとかね。でうちらが釣り人として知ってるのとまた違うじゃん、水産関係のね旬って。さあ第2弾突撃恥ずかしい時はこれかぶってるのマジですか。こんなでかくないじゃあ一匹買ってみようよこれを。いいやつ見ましたはどれかチャリさんチョイス。やっぱ上から行こうよもうこれいやもう全然持っても大丈夫。お願いしますもうこれを見て。あ、じゃあこれ行こうこれはい。これ行こあ、これ。うこれ行こじゃあお兄さんこれで。うじゃあお願いします。はい、これ一匹ください。素晴らしいはい。ありがとうございました。はい。ありました。撮影許可もいただいてます。撮影許可いただいてから買ってる。これが大トロ。あ、いっちゃうか。16,000。じゃあ思い切ってこれ一つ。はい。塩釜の本マグロの大トロ部分のワンブロック。はい。はい。ありがとうございます。これって売ってるんですか。これってどういうこれ日本日本ですね。あ、この先の本体が。ああ、ここにあった今のマグロはかなりいい方ですか。そうですね。あ、いいですね。どのぐらいのやつのこの部分150キロの本マグロ。楽しみだ。ちなみになんですけど質問試合でね。試合とかでこうなんかこう試合を食べたいです。試合を煮て食べるようなのだったら。少しもらってもいいですか。このたったワンブロックで今日の買い出しの金額を超えているんです。やっぱマグロはすごいな。やっぱり王様です。おそう軽く超えてったな。16,000。すごい。でも150キロクラスだって言ってましたね。ねそれ聞いただけでもちょっとね違和感です。でも一通り揃ったんじゃない。あと卵焼きがある。煮て作ってください。はいはい、ありがとうございます。釣り部の人。あ、そうだよ。あ、そうか。おいさん、おい、できた来た。大生が持ってます。ありがとうございます。すみません、ありがとう。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。また来ます。したらこれ10枚と普通ってどういうの？違いを分からず。はい、一般的な、これも10枚、20枚だったら、はい。食べ比べて、いいですね。辛いのがいいんだったらこれ。じゃあ甘いです。お寿司用だと、どれでも美味しい。なんかさ、工藤さんとか好きそうじゃん。あー、卵焼きとか喉言って越しとかに10秒ぐらいでこっち側とか言ってあいつすいません、手焼きをください。はい。ございます。ねえ、もう男のロマンなんで楽しいんだろうね、刃物ってね。
興奮してるおじさんが。これ買い忘れてない。まなばし買い忘れてない。ああ、いいよ、買おう。じゃあ。高っ。いいよ、買おう。あ、いいですか。はい。なんと、はい。刺身を上手に置くときの、なんか。まなばしっていうこの絵がある。じゃあ、これちょっと。はい。なんで木じゃないと刺身が傷まない？傷まないし、乗せやすいし、なんだっけ、こう置いて崩さずにスッて抜けるから、こう薄の綺麗に乗った時のなんだろうな、扱いがとてもしやすい。あとめったにないし。じゃあちょっとお刺身がちょっと美味しくなる。あとテンションが上がります。ぽいと。まあそれ素人大事だよね。形から入ってね。形から入って。これもそうだもんね。形から入る。大事はい、てなことでお買い物は終わりです。で夕方に向けてね、仕込みなんですけど。一応ピークが7時ぐらいに来るとよくて、だから6時ぐらいに来てご飯食べたりして、今8時なんだけど、多分ね10時にはほとんど魚なくなっちゃうんで、朝早く来ないと買えません。朝早く来て7時8時9時までには買わないと買えませんので楽しんでください。あとこれに引かれないように気をつけてください。場内これが走り回ってますんで。これ展示用だ、展示用。あ、違う、乗っていいんだって。やった。しかもこれがハンドルでわけわかんない軌道で動くの。こうヒューって横に行ったりする。ブレーキとかアクセル、離すとわかんない。これがギアでしょ。全身これアクセルじゃないかな。さ、2、3年こういうので人生を送ってみたいな。走ってだけどだいぶ譲り合ってた。築地の時はもう怒鳴られてた。奪い合ってね、みたいな感じでターレイ同士で怒鳴り合ってて、それがね築地だって感じだったけど。そうだね。そう言っちゃダメだけど。ちょっと取るよってこう言われてたぐらいでね。いやでも引かれないようにね。買い物通路突然道路、買い物通路突然道路なんで、なんか魚見ながら道路に飛び出しちゃうからね。はい、本日の収穫です。キスとノドグロと超でかいアジとイサキで、これがマグロ大トロのところ、それからお寿司屋さんの卵焼きと剥いてもらった赤貝で、高級な有明の海苔ですね。楽しみです。さあ午後になりましたんで準備編です。ちょっとずつこれは何？これマグロ屋の大将にわがまま言って分けてもらった血合をくれって言ってたね。クジラの肉みたいだね。ね、バケツの中から出してくれて。ああ、でも捨てるようだったんだ。でも鮮度は良さそう。めちゃめちゃ良さそうなんですよ。これがもっと黒くなっちゃうとダメなんですけどね。めちゃめちゃいい状態ですよ。いいよね。アニーライト。試合にはいねえだろうな。透明じゃないから表面しかわかんないけど。あ、そっか。見る限りいないっていうかわかんないな。マグロに行ったアニサキスは死ぬ運命だもんね。アニサキスは最後どこに行きたいんだって言って、鳥に行きたいんだって言って。違う、それは怪獣に食われりゃいいんだよね。それはあれだ、イルカに行きたいんだよね。あ、そっかそっか。イルカかクジラに行きたいんだよね。そうすると彼らに食われるってのはなかなか難しいですもんね、マグロ。そうなんだよね。だからマグロに食われちゃったアニサキスは死滅、人生積んだってやつ。ワンウェイのやつね。この表面上手に削げば、ここだけ赤身だね。赤身いけますね。だけどすごいいい包丁で切ってるのが分かるね。折り返しがないもんね。迷いがさあでそれだけの長い距離をタッチでいってんな。やっぱプロはすげえな。迷いがない。油かな、その白い隠し中トロみたいな感じ。そうもう絶対美味しいじゃんそれ。あとで外にこう削ってなんとかしてやろうかなと。鱗が薄くて大きいから、なんかスプーンでこうやった方がいいかなっていう雰囲気。同じような見た目なのに、豊洲の人はこれは脂が乗っていて、これはそうでもなくておすすめはこれでとか、すごいね、さすがに。それは形見ればわかるんですか？いや、全体的にです何も言えねえ。
イサキの旬っていつだ？夏？夏だね。夏。でもあれだと思う、こう夏に岸際に寄ってくるんで、取れるから旬なだけで、美味しいのは冬みたいな話よくあるじゃん。そのケースな気がする。ほら話しかけるから分かんなくなっちゃった。あれ3かな。これさ了解。じゃーん 40.5 ぐらい。魚拓タッチョすごいすごい、この厚みアジっていう感じじゃないよね、もうこうなっちゃうと。これ油の塊、やっぱりそのすごいびっくり。これ美味しくないわけない。唯一ちゃんと探した、あとは出会ったって感じで、あ、そうだね、私たちは探して狙って探して一周してから一番美味しそうなあの辺にあったよねみたいな正解だった。すごいや。俺たちの目利きもまんざらでどれが美味しいですかって毎回聞いてる目利きとか言ってさ、最初の質問がこれマージンですか僕たちの知ってるあれですか？島地に見える顔がもうでかすぎて、このキャーって狼感。すごいな。歯入れていくとさ、ブリッて弾けてくるぐらいパツンパツン。油わかる？これギトギト。ミチさんのおでこぐらいですいや、ミツさん今長髪だかだいぶ伸ばしたから、ら。なんだ、あったんじゃん髪とかさ、裏切り者めとかすごいな。紐と分けて難しい。バイブル築地時代のねだいぶ昔のマーク。あ、この部分は寝かせる、開いて、でこの肝っぽいところを取るってことですね。黒い綿を取る。でこの人はこっからこう、あ、生きとる生きとる。で開いた上でこの黒いのを取るってことですね。1個目より2個目。分かってきた。上達していく。言わんとしてることが通じてきた。シロギスとかもさ、どんどん上手くなるもんね。あ、そう慣れた頃に終わるやつでしょ。どうも、明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。どうぞ。腹減った、酒くれ。とりあえずまず酒だ。工藤さんにクイズ。片方最高級、片方普通。普通つっても高いよ。こっちじゃない？高い。正解は緑が最高級。そうなんだ。値段倍違う。何？歯切れですと。で、厚みですかって言ったらもういきなり否定されたもんね。厚みじゃないですか。何魚それ？これあれだよ、イサキ。そんなでっかいの？まあでも普通普通10センチだよ。今日でかかったのはアジだね。アジすごいんだよ。さっき測っちゃったよ、40オーバー。あ、いただきます。はい。とりあえず乾杯の練習。あとミスさんもいるから練習します。練習ですね。じゃあ、開けましょう。いい練習だ。うまい。つらいですね。うまい。もう、おい。来た。すごいタイミング。絶妙すぎる。マジで。明けましておめでとうございます。おめでとうございます。おめでとうございます。今年もよろしくお願いします。お願いします。よろしくお願いします。おお、すげえ。乾杯の練習に間に合った。じゃあ乾杯の練習。お疲れ様です。どうも。いきなり出てくるな。柚子胡椒か唐辛子かな。行きつけの居酒屋さんより早いよ。ミッションちょっとついてから。俺さ、どっちかが最高級のりで、どっちかがまあまあ高級のりなんだって。どっち？
どうやってもわかんない。こういう色で判断するんだろうね。この昔からの違うのかな。まあちょっと僕には何とも言えないですけど。俺こっちの方が良さそうな気がするけど違うのかな。何色？何色？緑。お、バイクはね違うね。目が利くな。違う。こっち？こっち。緑。ここ正解です。おお。すげえ。もらえないけど。じゃあいただいてくださちょっとこれ何ですか？それ赤貝の紐？い。おお。こんなの家で出せんの？今日から抜いてもらった。目の前で剥いてもらって、さっき買って剥がしたらまだブリ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 反応したぐらいの。では、いただきます。したらじゃあはい、紐うま。これはあんまり口にしないね。うん、うまい。うまいね。味が濃いのね。うまいね。味のないやつ食べてるような気がする。ね。なるほどね。酒が足りないんだけど。うるさいよ。じゃあ村岡さんさ、そこ落ち着いたらさ、酢飯。酢飯を混ぜ混ぜしたり切ったりみたいなの頼んじゃおうかな。やってくれんじゃないの？やることあるの。バイトくんみたいな感じで。白さんっていうと、お前みたいに合宿しなくていいやつだ。そう骨組みだけ残してさ。じゃあ日本。このままかけて混ぜれば寿司ご飯。あれは？寿司だから。あれは？うちはないの？そこかな。そこかな。うちはない。昭和なうちはない。昭和なうちは。そういう調理道具としてうちはあるんですか？もうそれ用で。それ用で？こっちか。あった。おお。ナショナルホームポンプとかに入れた昔の 120cc でいいらしいよ。そのバイク125だから125にしてもいいじゃないですか。ちょっとずつかね。もうじゃあ回してかけて、多分ジャビジャビになるはず。一回ジャビジャビな状態になって混ぜていくと染みてってバランス取れてくるはず。何回かしかやったことない。もうできねえな。やりますか？シャ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 ってやるんですよ。バイトくん切るんだよ。潰すんじゃないんだよ。もう3年寿司屋でバイトしたけど。でも絶対触れない。触らせてください。バイトくんじゃ触れないんだ。もう赤貝剥く、生剥く、穴串刺す、そんなばっかり。いやバイトくん格上げだね。酢飯触らせてもらえるようになってね、よかったよね。親方も見てなかったのか。見る余裕。もう俺が寿司屋で3年働いてたたった一つのメリットは、まかないが絶対寿司だ。マー君って呼ばれててさ、7時半ぐらいになってさ、あ、マー君、鉄火丼とチラシどっちがいいっつってさ、チラシでそこの時だけ元気出ちゃう。マー君いい返事だ。返事だけはいいな。こんなもんすか？おいしい。食べた。そしたらさ、蓋ちゃんとかけてちょっと待っててほしいな。あ、面積が足りない気がする。ぽくない？すごいんだよ。手拭いが出てきた瞬間ぽくない？形から入るから。何それ？去年のうちのマリーナのなんか魚釣りトーナメントで俺優勝したんだけど。ラオカさんが出ちゃダメでしょ。いや全然盛り上がってなかったんで、盛り上げようと思って「俺なんかが出ていいですか?」って言ったら「どうぞどうぞ」って言うんで、1月3月が鈴木で91センチ、4月6月の孫地戦が5月に63センチ。みんな諦めちゃったみたいで、ぶっちぎってどうすんだよ。秋のサワラ戦はエントリーしなかったんだけど、それでも優勝してしまう。
チャリさんはね、昔からうまいんですよ。うまいっすね。ああ見えて。なんで指切るよ、そういうよそ見すると。まあそれが狙いだろうけど。そうですね昔みたく怒鳴られない？あ、全然そう今日ね一回も来らなかっ行くぞこらみたいた。な。そうタイガンガン来たけど、学生の頃、やっぱ築地でアルバイトしてた頃がですよね。そうなんだ。マグロの冷凍マグロ屋さんのバイトした時は、ひたすら冷凍の氷を取ってた。やっぱまかないまで可能だった。なるほどね。いいバイトだね。その時だけ元気出す。俺たちが10代の時のバイトは面白かった。面白かった。一番さ下っ端の仕事だけどさ、面白かったんですよ。はい。お父さん帰ってこないから心配だった。誰？家族。娘、奥さん。言ってたんだけど。そんな愛されてる。愛されてるかどうかわかんないけど、別に余ったご飯どうされたの？余ったご飯食べてくれるのみたいな。あ、すごいね。いや言ってたんだよね。今日田さんの新年会だから仕事の会に入れるよ。会いたくないな。会いたくなっちゃうよ。持ち焼き屋に泊まりたい。汗方もあるだろうからこれがさ始まる前に済まそうと思ってさ、すごい頑張ったんだけど結局間に合わなかったね。何時からチャーリーさん？そういうこと？そういうことね。いつもそうなっちゃうからね。朝4時ぐらい俺になんか LINE をしてたよね。朝に行ったんですか？朝しかやってない。 11時にはシャッターあ、そうか。シャッターが11時には全部ほぼ全シャッター降りちゃった。もうそれなんすか？何坂なんすか？お父さんからリクエストがあってね。のんちゃん。私キスが食べたいな。キスの昆布締め？ただ単におろしただけで。のんちゃんです。のんちゃん。ざーす。のんちゃんって言ったらいいんですね。のんちゃん。のんべえののんべえののん。そうだよね。そういうことにした方がいいよね。いいんだ。いい。いやまたほら P が入っちゃうようなこと言いそうになったから今。最近そういうのにちゃんと途中で気づいてやめるようになった。大人だ。大人になって。工藤さんらしくな。 5年前ぐらいのNG 発言。そうもう数十年前。3年前のスレージ最初の頃とか、金尾からめっちゃクレーム来てたから、全然使えないんですけど、工藤さんのおかげでとか。だって現場で酔っ払いうるさいとかって言われてたね。めっちゃ笑った。撮ってる人からしたらさ、使えないでもうイレーして。そうだよねつって。いい感じだね。いやー、それもまた。あーすごいね。それ食べたい。手焼き。その端っこのやつでいい。その端っこ両端のやつをちょんで短冊にしてもらえれば。卵もあれよね。こうシャンパンとかの泡系が合うよね。ああ、最近よくてさ、日本酒も泡ね。合うじゃん。泡ね。いいね。泡日本酒？炭酸ビターン。うまいこれ。火が通ったマグロが食べたいね。うるせえよ。ちょっとボーボーや。ボーボーや。まあ卵焼き美味しい。失礼じゃないやついないからこのグループ。違う。いや、チャーリー君はいい男だなって思うよ。男同士で言うならば。でも一生懸命ご飯作ってね。だって俺らのためにこんなに準備してくれるんだこの酔っよ。払いの3人が。ひどいんだよ。毎回これじゃんだって。タピアノで飲んだ時にさ、ね、俺はモテるから、俺は見た目で楽してきたんだと。チャーリー君苦労したよねって真顔で言いやがってよ。そこまで言われるほど俺が深すぎる。深くないけどすぐわかるね。腹立つわ。俺そんな自覚はなかったわけよ。面と向かってモテる自覚、モテない自覚のどっちがなかったの？
いやだからどっちもない。いや俺ら男から見るとシャリ君はいい男なんだよね。男いや本当にいい男だなって思うんだけど、実際女性から見たらどうなのこれみたいな。それじゃ包丁飛んでくるからやめろ。多分柳原とか今日いいやつ買った今日いいやつ買ったさっき昼間全部研いだから全部来るよ。なるほどね、危ないね。俺ちょっとチャリ君に今後優しくするわ。チャリ君これタレは？いや塩ついてるけどもう食べながら醤油つけて。胡椒が欲しい。オッケーオッケー。お父さん意外とグルメ。あれいやわさびちょっといきなりわさびだけで。わさび醤油もいいかもしれないよ。わさびだけでいい。あ、ダメだ、手出してね。でもこれ肉だよ。確かに。でしょ。俺わさびだけだよ。なきゃないよ。わさびなんだ。こっちが欲しい。ごま油。もうこれが欲しい。それが。これは美味しい。おチャリさんダメだよこれ。焼き方もうまいっしょ。これはね、職人技じゃない。素材技。そういうライン。素材技。これ美味しい。溶けるね。そういえばこの部屋模様替えしたんですよ年末から。何が変わったでしょう。模様替えっていうのが多分あれだ。カラカラ。違あれだ。一緒一緒。なんとポスターが変わった。あれ見てんだもんこっち。ちょっとせっかく模様替えしたんで。ちょっと中森明菜について語られすぎないの。当時見てた昭和のテレビではミス日本とかミスなんとかっていう番組よくやってたじゃない。子供の頃にどうして出ないんだろうってずっと思ってて。なるほど。お母さんに本気で聞いたことあるんだけど枠が違うって言われてっていうくらい。明星4月号。何年ですか？1983？昭和58年4昭和月。58年だから俺11歳の時。おー58年1900 9歳。 11歳だから83年。1983年。お。来た。何を見せてるの？お。これじゃあこれ開けようぜ。いっぱい買ってった値段をこのワンブロックで軽く超えてる。おおすげえ。これでかいね。本当それ柳葉。うんなんかやっぱ市場の中だとバグるね。多分ねでかいマグロがいっぱいある中でこの一番ちっちゃい切り身に見えたんだよね。言うたらそうだよね。でこれもらえますかみたいな感じの話するから。これは俺は1キロ1キロないか。1キロすげえ。そうもうねワンブロックいくらで売ってたの。普通はキロいくらかなんだけど。ちょっと待って。これはねいい写真。チャリ君のハゲまで映るよ。ちょっと一瞬飛ばしたでしょ。あ、この指輪がうざい。もう外れないんだ。はいや、すいませんいただきます。今日のどっちの料理賞の試食みたいな感じだ今日の目ね。玉のね。油。これがないと飲み込めないですね。油。すいません。そうなりますよ。すいません。油お願いします。すごい油。油だよこれ。あ、そう。そんなにだからこうたくさん食べれるもんじゃない馬刺しの馬刺しのたてがみのとこ。そうだね。大トロ鉄火巻きとかしちゃう。今のつまみの話だけどこのぐらいでないとそうだね。食べれるね。それぐらい。すごいね。こんなに買ってたら楽しくなってきちゃいますね。楽しかったの買ってる。だからプラスチックのパッケージに入ってさ、いわゆる柵ある。あれでいいんだよね本当はね。いやこれなんかあれじゃちょっとスーパーと一緒だなと思って確かにさなんか見たらあれはね料理屋さんレベルだね。これ牛ステーキ卒業ですよ。もう卒業。僕牛卒業です。カメラの視聴者の皆さんに見せたりです牛ダメダメ。超かけてる。欲しかったね。これはうまい。火通して美味しいお魚なんてすごいね。これはうまい。チャイさん食ったこれ。あとねちょっと待って。これ残しとくよ。いやすげえ油だもん。これつけて
これがやっぱりごま油がとね、ごま油欲しかったですね。あ、でもやっぱりと胡椒が欲しいね。黒胡椒ね。潰したいのが欲しいね。これなんでそんな井戸水飲んでんだよ。お酒飲まないとそんなの食べられないよ。胡椒いたじゃん、ごめん。あった俺だけ胡椒振ろう。いや自分だけ。いやすげえ羨ましい。じゃあお酒入れてから食べた方がいいよ。あ、美味しい美味しい。なんか余韻だけでわかる。余韻だけだから。あ知ってる知ってる美味しいやつ。これ美味しいはず。ありがとう、ありがとう。味見？あ、でもいいよ、これ。合うぜ。あ、美味しそう。早起きは三本の得。どうしたね。歯なくなってた今。おじいちゃんみたいな話。一人で言う話も。あともう言葉選べねえ。これすごいね。うまい。すごいよね。てかやっぱ半端ないね。価格でぶっちぎっただけはある。やっぱ実力が半端ないね。やっぱ値段相応ってそういうことだよ。でもなんかそのいわゆる箸休めが一個もないのが怖い。いやいいよ。箸休め。箸休め。箸休めお酒だから。全部美味しい。全部エース級が揃ってるのね。ちょっと味見いただきます。どう、格付け的には。海苔うまい。これ美味しい。あ美味しい。これつまみになる。これで飲める。じゃあ早く食べようぜ。食べてるよ。乾杯。あ、じゃあもう。ありがとうございます。どうもどうもです。あ、これはいいや。さあ何でいこうかな。今のどぐろ。あ、そうだな。のどぐろだね。時間もしっかりしてる。おお。このアジのさ、40センチあんの。50センチ。40。で、ほら前さ、俺ら釣ったさ、でかいやつあんま美味しくなかったじゃん。ああ、なんかね、言ってたよね。思ったらさ、今回のすごいの油の海苔とか、なんかね、バターの塊みたいなの入ってる。あ、マグロうまい。あれうまい。あ、やっぱり一緒に言うだけある。これは手巻き寿司にしてる場合じゃないのかな。いただきます。おいしい。うまい。本当に美味しいと醤油なくてもいいんだね。あ、海苔がね。で、わさびがちゃんと香りがよくて、本当美味しい。俺が高校時代バイトしてた寿司屋さんは、海苔をやっぱり夕方営業する直前にバイトは触れないんだけど板前にも立てないそのまだ見習いの人がお得のさお火が出てるとこにパンパンって1枚ずつやってくる。何やってるんですかって言ったらそれだけで香りが全然変わるっつって。家でやってみたら燃えた。美味しいこのやっぱ100枚1万6000円するんだけど。100枚これ1万6000円。1枚いくら？160円。おお。マジか。16円じゃないの。いいね、新年会。いつも来てて興味ない人って誰？クリさん。クリさんの悪口を。イネイトの悪口言う。最低だ。俺今ありますよなんて。そもそもいいそうが悪い。あと言葉が悪い。言葉が悪いね。みんな萎縮してるよね。さすが築地の男だね。その通りで有料船とか乗ってもやってるでしょ多分。船長投げる前に投げるからね。ほんでいきなりこうまだ投げていいって言ってないのにカンとかって言ってると嬉しくなっちゃう。三好座ってる癖しておかしくて寝てたからね。俺一番腹立ったのはシーラーの入れ食いなのに三好で寝てんの。なんだこの余裕。そ
そこ譲れしみたいな感じ。そうね、三好譲れよってね。船長やってるといつも思うのはさ、三好で寝るじゃん。そうするとさ、20ノットぐらいしか出せなくなるじゃん。三好のガターって危ないじゃん。危ないからね万が一があるから出せない。早く次のポイントにして。わかる。その気持ちはわかる。本当後ろにあるさ、戦場感あるじゃん。後ろってあれでいつも水かけてやりたい。もうだけど怖くてできる。ターレで行くぞって言われちゃうからね。次の日朝家から出た瞬間ターレが走ってきそうだ。俺はこの5分が怖いわ。どういうなのこの5分怖い。初の悪口比較的このいつものメンバーでさ、あいつああだよねこうだよねってないじゃない。絶対ないよね。絶対ないもんね。それがなんかすごいいいなと思うけど、あえて言ってみようね。本当ないよね。悪口を言う人がそもそもあんまりいなくて。ないね。だから言ってもシャレだもんね。だって今日笑いを取るために言うっていう。そうそう。得しないんだもん。まあそうだよね。すごいよね。そういうメンバーで遊べる。さあこれ何ですかチャリさん。マグロのマグロの血合いのバターソテーとでも言おうか。バターソテー。ブラックですね。これはいただきます。日本酒飲める。この焼き加減ちょっと頑張った肉。肉ビール。もう肉。美味しいよ。多分美味しいなこれ。肉。これはねこんなのなんだ。ステーキ。これはウメントビリーより美味しいよ。これで確定した試合はくださいって言ってもらうべきだ。これうまくいったね。これ美味しい。美味しい。で、あえてそのさっき残ってた魚の油じゃなくてオリーブオイルで焼き直したね。オリーブオイルなんだ。その期待値からの美味しさで一番。おうち。お、褒められた。チャリ嬉しい。さんやる。課長怒ってる。これ相当。嬉しい。これ美味しい。だってね、廃棄処分で捨てるじゃないけど、なんなら青いバケツからもらったからね。飼料、畜産の飼料になるようなやつがここまで人間の食い物として美味しくなる。お買い物した後に血合い欲しいんです。そうやね。言ったんですか。あれはね、やっぱ買う前じゃダメだよね。買ってお会計する最中とかに、だからもういいお客さんが確定した時に、もしよかったら血合いくれませんかが頼むコツですね。最初から言うとさ、何しに来たんだみたいな。涼しいこと言ってんだってなっちゃうからさ。いやこれ美味しい。よかった。よかっちょっと親父ホッピーちょうだい。ホッピーね。何？明日なんか用事あるんですか？まだ用事だけ、用事書だけ、読書は全部断った。用事があるの？今日この子。フィッシングショー。朝6時この回のために。明日フィッシングショー行かなきゃいけないんですか？た。あれでしょ。チケット買ったんですか？来場者かよ。出店者だから。出店者？出店者パスある。出店者だし、ぶら下げてるやつ。なんならメインステージで一回しゃべる。工藤さん、俺一回シーバスジャーニーのさ、最終日にさ、もうなんとか魚出さなきゃいけなくて、あれ利根川編だ。利根川編ね。最後にもうラスト1時間か2時間でね、80アップ出て、逆に最高の回になったんだけど、それまではめっちゃ追い詰められてるじゃん。でもう攻めに攻めてたら、水中に突然崖があって、俺完全に重心は出たんだけど、流れとかを利用して、ギリギリ一瞬入るぐらいで戻ってきたんだよね。危ないっつって。でも腹かんないで笑ってた。知ってたのその崖を。いやもうだって分かるじゃん。分かったんだ。その一歩は死に近づく一歩だよなと思って見ててさ。いやだけど俺もシーバスジャーニーでね、俺も初めてだったからどうなんのかなと思って見てるわけじゃん。けどまあ釣ってもらいたいしなーって思いはあるよね。これ側だし、だけどもう一歩前に行ったら流されるような。でカメラマンさんは気づいてないみたいな、ディレクターさんも気づいてないみたいな、誰も気づいてなくて気づいてるの俺だけみたいな。得意の黙ってるパターン。流されたらカメラマンさんはちゃんと撮ってくれるのかなっていうのがまず心配だったんですよ。そんなシミュレーションで。だって俺がそれで戻って危ないっつってちょっと平常心になってまたやってる最中に後ろでディレクターさんにさ「ああいうの流されちゃった映像って使ったりするんですか?」とか誰が決めたあいつ殺そうと思われる。
なんちゅう確認してんの。当時の総務省に認可を取ったね電波をもらってるチャンネルとしてはどうなんだろうって思うよね。そう思うよね。だから流されて。俺も一瞬何聞いてんだって思ったけど、例えばどっちか知らない。そしたらさすがにやっぱりけど取っときますって言ってた。昔のさプロ野球チームプレーコープレーみたいなああいうのでさね作ってさやればいいじゃんね。テレビジョンもね。バズりそうだね。なんかネタ大量に持ってからね。相当あると思うよ。俺らが全部だとね鹿児島バトルブルブルのね、俺もきれい頭まで使ったんだけど、落ちたんですよね。枯れ草の上にピョンって乗ったら、枯れ草じゃなくて水深以上の水たまりの上に草がいっぱい浮いてる状態で上が完全に乾いてて、だからもうどう見たら上の土手のさ、砂と草が溜まった山に見えた。陸の実は完全に水の上でザーって鹿児島で有名なトラップだったみたいな。あれ階段ポンポンポンって降りてビュンってやったらだから編集の時どうしますかっていうね、全然使っていいよ時代ですよ。利根川取材やった時にやっぱあれ流したらやっぱ使えないもんね。そうだね。なんかまだ村岡さんほらアイドル的ポジション。俺そんなアイドルポジションなんだ。そんな頃カリスマだもんね。ああ、そうだそうだ。カリスマ。カリスマカリスマ利根川で流されて今だったらカリスマも流されるんだみたいな余計欲しいしね。時代だと思いますよそこは。なるほどね。アイドルトイレ行かないみたいな。一瞬で終わるね。これなんか2本あればいいかと思う。全然でしたね。次ちょっととっておきワインが出ますね。赤のこれです。これなんかすごいらしい。2020読めない。ジュベル。ジュベ。シャンベルタンだよね。シャンベルタン。ああ、シャンベルさんね。そういう親父知ってる。出たのさ。これ俺も知ってる。俺も知ってる。今年のね、アリスさんすげえな今の。すごい。チャリ君。もうチャリさんに勝てなくなったからね。そうなんだよ。最近もうチャリリン劇場だからさ。まずいな。チャリさんいない回で悪口大会したよね。チャリさん欠席してよ。 5分じゃ終わんねえ。でもやっぱり露出数多いからファンも多くてさ、チャリさんのファンなんですって俺結構言われる。お、来た。さすが。来た？いや血管切れちゃうよもう50歳。血管切れちゃうよただね。引っ張るだけでしょ。だって何のテコの原理もないんでしょ。それ。そう。お、危ねはい。そんなにびっくりしちゃうそんの？なわかんないんだけどこれはうまい。これはすごいとちょ思う。っと慌てて飲みそうだなこれ。慌てて飲みそうだな。慌てないで飲む。慌てないで行こうよ。飲んじゃうよみたいな。グビグビ飲んじゃう。こんなに身がある白キス初めて食ったよ。まあ大きいのすればねあるけど。何センチ20センチぐらい。こんなもんだよ。そうなんだ。こんなに刺身にできんだ。中骨とかも、そのペロってやればやれる状態にはなってんだけど、君たち来るの早いからもうやんない。ちょっとやっとくか。シャンバスがすごい美味しい。つやき屋で。いい人。そうだから座らせる必要ない。やめろって。レンジで温め今日で一緒。かみさんに時間でってやるのこれ。油飛んで怒られるレンチンね。あ、そう。あだけの使えないんだよね。これ回すんじゃない？あっちから。これ2020年。俗っぽいことを調べる。おじさんの奥さん綺麗なんだよ。綺麗なんだよ。またね。だってさ、あの顔でだよ。しかもディズニーランドで手繋いでんだよ。ほんまに柔軟で。だってあんな釣りばっかしてんの。そうそう。あんな押されないんだから釣りばっかしてるのに。誰も押されるのに。押されないから言うな。多分いや俺のチャンネルの視聴者の人は男性がほとんどだから、テーマがどうやったら奥さんと彼女に家庭で平和にね。許されるかっていう理想をクリスは言ってんだよ。
それ何？そうだってディズニーシーまるでみんなうまくいってないみたいな言い方言ってる。別にいいんだけど。ギリギリじゃんみんな。ギリギリじゃないですよ。電子カンパがねえだけじゃん。電子カンパでしたね。あ、分かってないだけ？分かってない。ロケ行くよロケ。うまいこと。まあでもね、平気ですよ。お父さんの奥さんまた別格。ああ、いやだからだってさ、磯平に行ってさ、めちゃくちゃハードな1.5キロぐらい例の場所。大荒れの磯場を歩いてっていく磯平に行く大変なところで初めて奥さんも行ってみたいって言った時に、磯を越えてたらめんどくさくなって私泳ぐって泳いでたんでしょ。手振るでしょ。手振ってる正気で。これ新江ノ島水族館だからみんながわっちゃわっちゃさ、岩の上でやってんのに。それは荒れてない側は泳いでる。左から波入ってる時に右側を右側泳いでけど、いやあれ左泳いだら死ぬけどね。いや、そういや、いないよね。後にも先にもあんな人いない。ないね。あそこを泳いでいく人、泳いでった方がいいって人いる。楽だって判断をした。考えればそうかもしれないけど、それでも泳ぐ人いないじゃん。いないよね。しかも手振ってるんでしょ。で俺ほら2人分の竿を持ってさ渡ってで向こう渡ってやってて6月ぐらいだったのかな、シイラが回ってるじゃん。で投げてミノを巻いてて、あーなんか綺麗なのが追ってきたみたいな話してて、あーシイラだねって話したの。そしたら次の日水族館で、彼女はほら怪獣コーナーじゃん、イルカだから。で水族って別なの一応組織的に。そうで水族の人たちに「昨日ね釣りに行ってねシーラカンスがいっぱいいたの」って言ったらしいの。で俺その日仕事で江ノ水行ってて、魚切る人たちの脳内が面白い。そうみんながハテナ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 って俺仕事で江ノ水行ったら「え、何黒く何昨日足も連れてったの?」って言われて「ああ一緒に行きました」シーラカンスって真鶴にいるのって言われてあーシーラっすねみたいなシーラっすねそれみたいなキラキラね。キラキラねみたいな。だけどあれだったら結婚したね。工藤さんの奥さんは別格。やっぱあれ見たらもうこれ結婚するちょっとと思った。波な人じゃない。まああの人に惚れられたら結婚するしかないかもしれない。一番の瞬間いつその。いやだからお経を泳いでた。今日ピデテーフっていうあ、その真鶴の荒れた磯を。あれを歩いて荒れた磯を移動するよりお経を泳いでた方がいい。テーフって嬉しそうにしてるの見たし、こう江ノ島水族館で全部使えないけどね。いや使う。人として叶いませんを見た時って遊泳力が半端ないんだよね。そもそも。あ、だからそもそもイルカのお姉さんなのね。そうイルカのお姉さんなんで、だから遊泳力とかどうこうっていうレベルではもう全然違うレベルで、もともと水泳の選手だし、だからできることだよね。そうあれで磯で起きてでそんな人だったら確かに磯でさ波に持ってかれてバランス崩してんだったら水に浮いちゃった方が楽だもんね。そうそういうことです。そういうことです。ヤッホーってでもこっちはさ、もう俺ら必死になってさ、左から右からかぶりながらさ、滑るじゃん。滑るし、岩なぜか動くじゃん。浮いてる。いろんなとこ痛いんだよね。3割か4割浮き石だもんね。浮き石っすね。あれ事故起きるわってとこだもんね。で確か泳げば事故ないもんね。だけど彼女は沖の方が楽だって言ってた。だからクリスさんとまあでもみんなすごい。クリスさんの奥さんもすごいね、なんかまあ何度も会ってるけどすごい人よね。いややっぱだから奥さんがエクセレントよね。奥さんで決まるね。いやもしかしたらこのグループはもう奥さんに助けられてるかもしれない。それはいいさ何人子供？6人。量産型だよ。量産型ザクですよ。ザクじゃない。普通のザクじゃない。量産型。普通のザクじゃない。量産型の方の。はい、あ、そうか、売り切れたからそれしかないんだ。安い方しか。ところが安くないの。これも普通だっていや普通より高い。すでにめちゃめちゃ高い。そう前の記憶がある。あ、全然違う。全然違う。食った瞬間違う。なんだこれ。ででも美味しい。美味しいよね。
舌触りが全然違う。何が違うっていうか分かんないけど、何が違うか分かんないけど、何が違うか分かんないけど全然違う。全然違う。確かに全然違う。これも多分めっちゃ美味しいと思う。これで普通に美味しいんだけど、確かに1600円。あれはだってすごい寿司屋で使うやつじゃん。あの店にあって一番高いですよ。これだって美味しいよ。何が違う？香り？海苔が薄い。厚みは一緒なんですけど、それに対しての海苔が薄い。英語で言って英語で。もう工藤アウトみたいな感じだね。もう日本語じゃ分かんない。厚みは一緒だけど海苔が薄い。海苔っ気が薄い。なんて言えばいいのかな。わらばんしと作り方一緒じゃないですか。一枚の紙でまあ厚みも一緒だよって出てきた感じの海苔密度密度が薄い。薄い。お、いい。すごいね。久保田さんすげえ。海苔密度が薄い。海苔密度が薄い。いいこと言った。いいこと言った。密度が薄い。ね、今日一番。そう。スカスカ骨粗鬆症みたいなのでね。こういうこと言うよ。俺たちの人格みたいな感じ。スカスカだよ。スカスカ。軽い口だけってことね。やべえ。俺がさとの違いがそこだよね。薄いなーみたいな。なんちゅうダメなコメンそうやって下町で楽しんでお酒を飲んでるんですよ、毎晩。スカスカだなーなんつって。美味しいこれ。これ何骨？いろんな。いろんな。美味しい。キスの頭と。チャーリさんの汁入ってんな、これ。いや美味しくなってない。チャリ汁？チャーリだし。チャーリだし入ってるよ、これ。やめろ